Inter FM Tokyo Music Reader 今夜のゲストはロックバンドスパイエアのボーカル陽介さんです。よろしくお願いします。2週目となりました、今週もいろいろ深掘っていきたいと思います。掘っていきますよさて先週はですね、先月末に行われた単独野外ライブ Just Like This 2025について伺いましたが、そのね1日目は Just Like This の歴史を振り返るで、2日目はアニメ曲たちをまとめたということで、スパイアといえばやっぱりその劇場版配給ゴミ捨て場の決戦の主題歌であるオレンジが自身初のストリーミング再生2億回を超えるメガヒットになるなど、これまでに多くのアニメのテーマソングを手掛けてきました。私も銀玉のねサムライハートとかは大学生時代に、私アカペラサークルだったんですけど、2校3校上ぐらいの男の先輩たちがサムライハーツって歌ってカバーしてたりとかしてたりして、私にとってもなんかちょっと青春の曲にちょっとなってたりあとなんといってもオレンジですよ。私配給見に行って、オレンジ流れた瞬間にグッときてちょっと泣いたんですよねなんかそうだよなみたいな、ひなたこう思ってるよなみたいな、なんかもう完全になんかその視聴者として聞いたりしてたんですけど、本当にやっぱりねオレンジヒットしましたけれども、ご自身歌ってていかがでしたか？いやびっくりしましたね。なんかそれこそお話いただいたのが本当加入してまだ数ヶ月ぐらいの時だったんで、いいのと思ってマジかよってなって、だからそこで3週ぐらいアニメを見直したのかな。もともと見たことあったんですか？もうちょろっとですね、でも記憶にはもうほぼないぐらいだったんで、ちゃんと見直してっていう感じで。でこの曲はあれですよね、メンバーの方が作詞作曲をされて、そうですね、ユージが作曲してもみけん歌詞を書いてっていう、でもご自身もやっぱり歌うにあたって見直して、皆さんでちょっと揉んでいったりしたんですか？そうですね、なんかマイク選びとか結構こだわりました。そうなんですね、なんかいつもはそれこそ高音がパッと抜けるマイクとかを使いがちなんですけど、なんかオレンジに関してはやっぱこうちょっとあったかみのある雰囲気が合うねってなってマイク変えたりとか歌い方ちょっと変えてみたりとか。ちょっとじゃあ今の話を聞いてまたオレンジを聞くと変わってきますねちょっとねでも結構ね、若いっす声がもう変わっ自分で思いますか？もう最近ちょっと聞いたんですけど、久々に音源。でも去年ですよね。あれ撮ったのは2023年の末ぐらい。そうなんだ。全然違いました。2年で変わりました。変わっちゃいました若いなって思ったんですか？そうなんだ。フレッシュだなみたいな。そうなんだ。でもそのフレッシュさがそうですね、彼らに重なってあの時じゃないと歌えてないと思います。だったのかな。だって再生2億回ですものね。ザ・ファーストテイクも拝見させていただいたんですけど、やっぱりコメント欄もすごく海外の方からの反応もねあったりして、やっぱり届いてますか？そういう声も。そうですね、なんか直接やっぱ現場でもう本当に体感することが多くて、今年も、去年ぐらいからちょくちょく海外でライブだったりイベント行った時に、みんなやっぱ歌ってくれるんで、そこでなんか日本のライブだと割とお客さんってこう聞きたい人もいるから、あんまりずっと歌わないんですけど、ちょっと落ち着いてね。そうでも海外の方はもう俺が主人公って感じのスタンスなので歌いに来たんっていうぐらいね一緒に歌ってくれるからね。 A メロから歌ってるし、そうなんだ。曲によってはギターソロも歌うしみんなで一つになってすごい届いてるんだなって実感しますね。嬉しいですよね、そういうのね。そうなんだ。アニメのね楽曲今となってはこれちょっとねそのブースの外のねおじさんスタッフがね書いてるんですけど、一昔前はねそのアニメ曲っていうのはやっぱり子供向けの曲というイメージがちょっとあったんじゃないかと。でも今ではそんなイメージは完全に払拭されましたよねって書いてあるんですけど、今となってはねやっぱり日本の映画界隈もというかその興行収入のね上位もやっぱりアニメの映画だったりしますし、そのいわゆる昔のドラマ主題歌とかそういうものと同じぐらいのもう力があるんじゃないかと私は思っているんですけど、やっぱ年代問わず楽しめるアニメが増えてきたなっていうのもあるし、確かにそれもありますね。あとやっぱストリーミングサービスとかが普及したおかげでやっぱ自分たちの好きだった青春時代のアニメを見返せたりとかで、なんかよりこう年齢層というか幅が広がったなっていうのはもうありますね。なんかそれこそやっぱ自分もやっぱ思ってました、子供向けの曲だなって。
当時は。当時はね、はい、そうですよね。やっぱその地上波でその時間しか見れないっていうのもあったんで、確かに今はやっぱそういういろんなサービスとかネットの普及で、なんか本当に幅広くなったなっていうのがあるんで、なんかアニメもやっぱ子供向け、全部多分全世代に向けて作ってるアニメだと思うんですけど、でもその中で楽しめる年代もそれぞれアニメの色であるんで、なんかより一層そこは感じます。全然今この年齢になっても響くそのアニメのセリフとかありますもんね。そう、私たまに配給読み返しますもんね。鼓舞しなきゃって思った時とかしますし、やっぱりその親御さんとかはいかがでしたか？そのオレンジ配給の主題歌やるってなって。いや、ものすごくびっくりしましたね。あんた大丈夫とみたいな。大丈夫とってそうなんだ。ご両親は見たことありましたか？配給。いや、それまでなかったらしくて、でもやっぱ俺がスパイになってっていうあれで、配給とか銀玉とかなんか見てるらしくて、素敵ですね。ハマるね、ハマると私のおじさんかな、おじさんもなんかめっちゃ銀玉ハマってて、やっぱ本当に年齢関係ないんだなって思って、なんかよく見ると面白くてハマっちゃってるみたいな言ってました。そうなんですね。やっぱアニメはね、しかも年齢も超えるし国も超えるということでね、やっぱオレンジはすごく大ヒットされて、今後なんかスパイエアの名詞曲と言っても過言じゃない曲になりましたね。本当感じます、それは。ね、さっきねそのマイク選びとかの話もおっしゃってましたけど、そのやっぱりちょっとこの楽曲はその温かく歌うというか、そういうところを意識されたんですか？そのボーカル面で。そうですね、やっぱこの劇場版で、やっぱそういう涙できるような映画ってなんか無作為に攻撃的な歌だとどうしてもやっぱそこで空気が壊れちゃうから、自分の中で最大限できる温かさを出して、でもなおかつやっぱサビではぐっと前を向いて走ってるような、そういう情景が浮かぶような強さだったり、まあこういうゴミ捨て場の決戦みたいな、一回負けたら終わりみたいな、なんかそういう状況の中での切なさって絶対あるんで、そこは自分の中にあるなんか引き出しを最大限出せたのかなって思います、その時は。伝わってちゃんとここで劇場で涙した人がいるのでそれはすごく感じました。いや、よかったです、ありがとうございます。さて、ツアーについてちょっとお話ししたいと思いますよ、スパイエアですが、先週もお伝えしたように1月に仙台東京の振り替え公演を経て、2月14日土曜日横浜ベイホールを皮切りに全国7都市を回るライブハウスシリーズ、後日発表となるホールシリーズを開催ということで、まずはライブハウスシリーズが発表となりました、このツアーは先日の Just Like This とはやっぱり全く違うものになってくるんですかね？そうですね、やっぱツアーを重ねることってすごいやっぱバンドの底上げにもなるので、自分たちもトライアンドエラーがあって、それを1公演1公演セットリストはほぼ同じですけど、それをやっぱいろんな表現ができるように、こう自分たちを磨き上げる一個のツアー、そういうのがツアーでもあるので、だからJust Like This の安心感を求めに行くというよりかは、また来いよみたいな、このセットリストで違うライブ見せるからみたいな感じなので、割とこう気持ちはアグレッシブっていう感じなので、全然Just Like This とは違うようになりますね。これは挑戦的なね、気持ちもだし、そのロックバンドってか、バンドってか、アーティストですよね。私たちアーティストにとってやっぱりライブってすごく重要なものだと思うんです、そもそも陽介さん、そのアーティスト活動の中で何が一番好きですか？ライブだったりしますか？やっぱり意外と僕はレコーディングが好き。そうなんですね、なんかこう作っていくのが好きだったりはするんですけど、でもやっぱそれを目の前でどういう反応かっていうのを分かるのがやっぱライブなので、やっぱその非日常を得られるのはやっぱライブでしかないので、そこはやっぱライブが好きですね。面白いですよね。その日常に私も作ってて、やっぱり日常で聴いてほしい楽曲を作るんだけど、でもそのライブでは非日常を味わってほしいじゃないですか、なんかそこでちょっと意識してることとかってありますか？でもやっぱなかなかお客さんに歌わせるアーティストって、僕の見た感じそこまでやっぱ
数自体はまだそこまで多くないっていうのはあるんですけど、なんか本当にアーティストだけがライブを作るんじゃなくて、アーティストとお客さんがやっぱ一緒になって空間を作ってっていうのがやっぱライブだと思ってるんで、僕はやっぱ一緒に歌ってほしいなっていうスタンスではあるので、結構マイクよく向けてます。やっぱお客さん自体も爆音で音を体感できるじゃないですか。そうですね、あの状況の中で歌える機会って絶対日常でないと思うので、やっぱそれを味わってほしいなって、本当に発散してほしいなっていうのがあるんで、なんかこう見てくれとかは特にないですね、僕の場合。もっと自由に。はい、じゃあ今聞いてるリスナーの方で、スパイエアのライブちょっと気になってるんだろうけどなっていう人がいたら、もうなんて言います？いや、とりあえずおいでって、なんかとりあえず来ないと分かんないから、そこで僕たちはステージ上では 100% 出すので、それを見てあなたがどう思うかはあなたが決めてくださいって感じだから、楽しみ方は別に後ろでゆっくり見ててもいいし、前で暴れてもいいし、真ん中ら辺でずっと熱唱してでもいいし、自由にね、好きなように楽しんでほしいってことですね。そっか、ありがとうございます。陽介さんご自身はそのライブをしていて、どういう瞬間にその喜びを感じるんですか？なんか僕結構アドリブでフェイクとかやるんですけど、それがバチハマりした時気持ちいいですよね。気持ちいいですね、あの瞬間だったりとかまあでもやっぱ最初出ていく時ですね。あの歓声を浴びながら出ていく瞬間がやっぱ何よりで僕にとっての非日常、なので浴びれますもんね。それがないとやっぱパフォーマンスできないですね。皆さん今度陽介さん出てくるとき、すごい拍手とね、すごい声援で迎えましょうね。お願いします、お願いします。はい、そして、来月末からは台中、韓国、シンガポールでもライブがあるということで、海外でのライブの楽しみ方、どんなところだと思いますか？いやでもやっぱ異国の地で違うカルチャーを生きてる人間が一個の音楽で一つになれるあの空間っていうのがやっぱたまんなく、やっぱそこで音楽の力を実感するので、やっぱそうですね、みんなで、特に海外のお客さんみんな歌ってくれるので、もうとてつもない声量で歌うので、それを浴びた時すっげえ来てよかったなって思うので、海外は本当楽しみですね。MC ってどうされてるんですか？日本語ですか？4割英語、6割日本語みたいな。英語で話されるんですか？マジでペーペーですけど、本当にちょっとぐらいもう本当簡単な、でも嬉しいですよね。やっぱりあっちの方々はそのちょっと英語で喋ろうとしてくれるっていうのも嬉しいだろうし、でもやっぱ結構日本のカルチャーがやっぱ広まってるので、日本語わかる方結構増えてて、そうなんですね。だから逆になんか日本語で喋った方が、なんか僕たちが海外のアーティストを見るとき、本当なんかこんにちはとかありがとうぐらいでも嬉しいじゃないですか、だからそれぐらいの塩梅でやっぱ母国語を話すって、日本語を話すってやっぱ向こうの人たちにとっても貴重な多分機会でもあるから、まあちょっと日本語でも言ったりとか、でまあちょっと煽ったりするときは英語で言ったりとか、どっちでもってか、まあでたまに現地の言葉を入れたりとかで、やっぱりそれ以上に音楽がきっとね、皆さんとつなげてくれるものになってますもんね。ちなみにそのライブ外の仕事外の時間ってどう過ごされるのが好きですか？もう最近はすぐ古着屋を探して、お古が大好きで古着好きなんですか？あ、そうなんですね。そうこれ今日も全身古着だし、本当にそうなんだ。なんかやっぱ古着屋さんって日本でもそうですけど、本当に行く土地色があるんで、そうですね。やっぱその国で行く洋服屋さんっていうのはすごくやっぱそこでしか買えないものもある、出会いもあるんで、移動中に探して、ネットでもうGoogle マップとかで探して、まあ空き時間があったら行くっていう風にしてます。なんかベストバイありますか？最近でもいいんですか？でもカナダで結構 T シャツを買いました。どういう T シャツ？ポール・マッカートニーの2002年のツアー T シャツと、あと AC/DC の96年のツアー T が本当に自分のぴったりのサイズであって、運命で感じて買いましたね。
でそれこそポールの T シャツとかをフェスでちょっと着たりとか、そうなんだいやあれだって日本じゃなかなか見つけらんないですもんね。しかも US ツアーのものだったんで、うわー、なんかうまい買い方をして私のメンバーに古着大好きな人で、その影響で日本の古着屋とかは結構行くようになったんですけど、やっぱそういう楽しみ方ができますね。そうできます。勉強になりましたありがとうございます。私も今度古着屋行ってみようありがとうございます。この先ライブやツアーまたこれからねいろいろ続いていくと思いますけれども、スパイエアをどんなバンドにしていきたいっていうふうに陽介さんお考えですか？もう愛を、溢れ出るくらい感じれるバンドになりたいですね。愛を感じれるバンド、僕らとファンを第三者が見て、愛で溢れてるなっていう風なバンドにしたいですね。途中、いわゆる2代目ボーカリストでもしっかりとやっぱ愛情を持って受け入れてくれたし、スパイアっていうものに対してのやっぱ愛がみんな強いので、それをそうですね、もういろんな人が見て、もう愛情たっぷりのバンドといえばスパイアだよねみたいな風に思ってくれるようなバンドになりたいですね、これから。それがもっとより広まって、その愛情の輪にいろんな人が入ってくれればいいなっていう。ライブ映像をね YouTube でも拝見させていただいたんですけれども、やっぱりその陽介さんのボーカル力もそうですし、技術もそうなんですけど、やっぱりそのね数ヶ月で20曲覚えたとかなんかそういうところから始まるその向き合い方というか、そのまっすぐさと誠実さ、そういうものがやっぱりその今のファンの皆さんにもやっぱり届いているんじゃないかなっていうふうにすごく思ったし、そのライブの一体感、Just Like This の2023年の映像を見たのかな。上がってますね。だって最初なわけじゃないですか。最初ですね。それで映像なんだって思った時にすごく、刺激を受けたし、すごくなんか勉強になったというか、なんかこれはやっぱりその陽介さんっていう人が持っているパワーと愛情があるからこその映像だなってちょっと思ったので、今のお話を聞いてちょっとますますね、そのスパイエアとスパイエアを聞く人たちの愛情が、これからもう間違いなくさらに深まっていくんじゃないかなっていうふうに思いました。ありがとうございます。いやちょっといろいろお話を伺ったんですけれども、そろそろお別れのお時間となってしまいましてですね、ただ最後にぜひお知らせが何かあればお願いしたいんですけれども。今ボートレース、2025の CM ソングで、書き下ろしのチェイス・ザ・シャインという曲が配信中となっているので、ぜひ皆さんに聴いて、もう夏を終わっちゃったっすけど、なんか本当夏に合うような、夏フェスで本当に盛り上がった曲なので、なんか夏を思い出したいときに聴いてほしいエブリデイ夏で入れますから曲聴けばCM でよく流れてきます。私もそうですね、すごく聴いてましたけども、疾走感のあってパワフルな曲ですよね。ぜひ皆さんも聴いてください。ゲストはスパイエアのボーカル陽介さんでした。ありがとうございました。